こんにちは。今回は静岡県掛川市の隧道巡りです。静岡県掛川市は、日本の2大都市、東京と大阪のほぼ中間に位置しています。また、静岡県内でも静岡市と浜松市の中間にあり、いわゆる真ん中都市です。現在でも東海道新幹線、東海道本線、東名新東名高速、国道1号などが市内を東西に横断し、新幹線駅もあり空港へのアクセスも容易な便利都市ですが、掛川は古くから日本の交流交通体系に恵まれた土地でした。江戸時代には日本の大動脈であった東海道の宿場町として栄えたのは有名ですが、牧之原市相良で作られた塩が信州へ運ばれる塩の道が南北に通り、別名秋葉街道と呼ばれ、伏瀬の神秋葉神社への信仰の道としても利用されていました。東西と南北の道路が交差する掛川は、旅人や物資が行き交う賑やかな交通の要所だったのです。しかし、掛川葉山や丘が多く、交通の難所でもありました。東海道の中山峠、佐予の中山は、箱根峠や鈴鹿峠と並ぶ三大難所の一つとされ、人々はこの険しい地形を越えるため、多くの隧道や切り通しを作ってきました。時代とともに道も改良され、新しい道路やトンネルが開通し、掛川の街は発展を続けてきたのです。そんな掛川市には現在も過去の隧道や旧道が数多く残り、一部トンネルマニアには水前の隧道群が存在する隧道天国として知られています。今回はそんな掛川の隧道を5カ所巡ってきました。1本目、岩屋隧道。竣工年は不明で、全長64メートル、幅1.6メートル、高さ2.0メートルです。バイクで通るのも怖いほど狭く、片側はコルゲートパイプで補強された筒状、もう片側は粗掘りです。構内は岩のように大きく、デコボコしており、異質なトンネルとなっています。歴史は謎ですが、戦時中の防空壕だった説もあるようです。渡った先には水神天宮がありました。道路は少しぬかるんでおり、車両での通行は注意が必要です。私のバイクはオフ車ではないので、かなりヒヤヒヤでした。水神天宮前の道で U ターンして元の道に戻ります。行きはハイビームで照らしましたが、帰りは通常のライトにしました。思ったより暗くて焦りました。この筒の安心感すごいです。口コミで車で来てる人いましたが、正気の沙汰じゃないですね。2、青田隧道。明治28年、1895年、竣工、全長224メートル、幅4.0メートル、高さ3.0メートルです。大正県道相良掛川線として指定された交通の要所でした。レンガ造りで、ところどころ補修の跡があり、壁側は白く塗られています。近年は新トンネルが整備され、旧道として残されていますが、自転車や歩行者の往来は多く、整備状態も良好です。さっきとは打って変わって安心感半端ないです。3、ヤギの田隧道。竣工、昭和7年、1932年、幅2.2メートル、高さ2メートル、青田隧道からほど近い場所にあります。岩屋隧道同様、地面にぬかるみがあり狭いため、車両通行には注意が必要です。片側はそぼりですが、中間地点でコンクリート補強が入り、抜けた先は切り通しとなっています。変額は、水道、と表記され、他のトンネルとは異なる特徴があります。
かっこいい写真が撮れました。ここは周りが茶葉、竹に囲まれている場所なので、おそらく茶業を営む人々に使われるために掘られた水道だと思います。乗り物に乗って往来するには狭いように思いますが、写真のためにバイクから降りた時にぬかるみに自動車のタイヤ痕を発見し、衝撃を受けました。4、檜坂水道、竣工、明治38年、1905年、全長47メートル、幅3.6メートル、高さ3.2メートルです。青田水道は修繕されていますが、檜坂水道は変額や火災し、帯石などが当時のまま残っています。現在は通学路として利用されており、徒歩10分ほどの小学校沿いには潮の道のモニュメントもあります。ちなみにここだけ徒歩の理由は、このトンネルが一番かっこよかったので、歩いてゆっくりトンネル内を見たかったからです。ところどころレンガが剥がれている箇所がありましたが、これだけの歳月が経ってもなお完成型を保っているのは本当にすごいことです。トンネルの入り口にツタが張っているのも趣があって好きです。5、岩礁寺水道、竣工、明治38年、1905年、全長137メートル、幅3.6メートル、高さ3.2メートル、全国訪問した青田水道と同じくバイカラーなトンネルです。こちらも火災し、変額、帯石すべて残っていました。ちなみに、この旧道の脇の雑木林に入っていくと、旧旧道の水道、通称、牛ヶ谷の地道、一説によると明治12年竣工、や切通しがあるようですが、すごい草茂ってましたし、クモの巣とか虫とか無理なので、そちらは断念しました。予定していた水道をすべて巡ることができました。かつて人々の暮らしを支えた水道群が今なお現存し、地域の人々の暮らしを支えているのを見ることができ、いい旅になりました。ちなみに、青田水道、檜坂水道、岩礁寺水道は土木学会による日本の近代土木遺産、現存する重要な土木構造物2800選に選定されており、アクセスも東名掛川インターや新東名森掛川インターから車で約15分ほどなので、静岡県西部でのツーリングスポットとして訪れてみてはいかがでしょうか。